どうも、ババアです。たくさまです。雨は嫌ですね。湿度がめっちゃ高くて除湿機フル稼働だね。なんだか空気の重たい変わり場です。そういえばババア先週断食してみた。どうしたの？ヨガマスターにでもなる気？週末は血糖値が乱れがちだから平日にリセットしたいなと思って。どれくらい断食したの？丸々3日間。やりすぎじゃね？正直やりすぎた。やること極端で草。ただね、ものすごい効果があった。そりゃ食べないと血糖値は下がるだろうけどさ。ババアはいつも夕方の5時から翌日の昼までは何も食べないんだけど、それだと早朝の血糖値が劇的に下がるってことはなかったんだよね。結構空腹の時間があるのにね。でも断食の期間の血糖値はいつもより最高で70も低かった。めっちゃすごない？でも3日はやりすぎたな。皆さんは真似しないでね。Fu Taman Naiwa Moto Nade Nazai 温泉に使ってる母さんみたいですね。Te Se Shinasai Kikazut Nola Naiwa やだ、全力で拒絶。Eat Iko Toto wa Luiko Towo wa Kinre Nazai 父さんの指を捧げるから許して。Kusai Kido Shoga Naiwani チョロコさんは優しいな。バーバーガボクの鏡やな。我が家の猫図は優しい子ばかり。ゴンさん赤鼻触っていい？アカニカマッルヤン。優しい。ナナクリマキエババサノハナドどちがうまいよロカ。最近は10回に1回は甘噛みだから。ババサノユグモグリグリシェテイうまいねな。母さんいつかヨシヒコに食べられそう。ホナタクニャホリホンキデイズババセン。そんじゃパン生地でもこねよか。あれ、今日のパン生地もすでに発酵済み？今回も前日の夜に軽くこね合わせて常温でオーバーナイト発酵にしてみた。本日の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。まあまあ普通の加水率。今回はいつものパンとは違います。ババアのパンいつも普通と違うじゃん。今日はもっと違うんです。不安しかねえな。それではお掃除しましょう。ヨシヒコの早朝ルーティン。勢いが弱かったので電池を交換して掃除機復活。電池を変えると音が違うねってヨシヒコまだいた。コンさんは余裕ですね。迷惑そうだけどね。そしておもちゃ返却タイム。今日はヨシヒコノリノリだね。母さんはウッキウキで買い物へ。久しぶりにヨシヒコに構ってもらえて嬉しそう。卵もゲット。相変わらず安いな。世界よ、これが日本のハロウィン。違うからね。ちなみに撮影日は10月26日です。ガス抜き動画でも撮っとこうかな。また動画をバズらせようとしてる。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限ダイエットや糖尿病で血糖値コントロールをされている方のご参考になれば嬉しいです。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問、ハク様かっこいいなどいっぱい書いてね。あれ、パン生地ちぎり出した。今回はいつものパンとは成形方法が違います。パン生地丸めたりしないの？こんな感じで生地をちぎって油にまぶしてしばらく放置しておきます。やろうとしてることがさっぱりわからない。よくね YouTube のショート動画に流れてくるんですけど、油に浸したパン生地を綿棒を使わずに手で押し広げて薄く伸ばして、その薄い生地の中に何かを包んで焼くっていうパンがあるんだけど、今回はそのパンを丸パクリしようと思う。もうパクリって言っちゃってるもんな。あんたすげえよ。そしてパンの中に包む具材はほぼほぼポテサラ。じゃがいもめっちゃ大量じゃね？なんか今日1袋98円で売ってたんだよね。だから2袋買っちゃった。使う用途もないのに安いから2袋買うパターンね。でもまとめてポテサラいっぱい作っとけばね、また夜に旦那が一人でウハウハしながら食べると思うので、まとめて全部作っちゃいましょう。
安上がりで助かるね。そして今日もババアは目をつぶりながらみじん切り。早くゴーグル買ってきなよ。めっちゃ荒いけど途中で諦めました。だいたいこのパターンだよね。蓋閉めるの早っ。ポテサラの中にベーコンも入れちゃいましょう。本日の肉成分1号。またベーコンを肉にカウントしてるな。蓋閉めるの早っ。そして先日買って乾燥させておいたバジル。あのバジルまだ残ってたんだ。せっかくなのでバジルもポテサラに入れちゃいましょう。蓋閉めるの早っ。さっと蓋閉めないと目が痛いからね。今日も合法パウダー使ってるね。合法パウダーと砂糖で下味をつけておきます。いちいち蓋閉めるの草。じゃがいものレンチンができる間、サラダでも作っておきましょうかね。今日も千切りストック作ってるね。明日の朝の分まで大量に作っておこう。あれ、さっきこの容器でじゃがいもレンチンしなかった？これ本当は電子レンジ専用のさつまいもふかし器なんだけどね。サラダのストックにもちょうどいいから2つ持ってる。普通にサラダ入れかと思ってた。じゃがいものレンチンが完了したのでポテトサラダを作っていきましょしかもこの容器の中で潰すんだ。う。エビスってメーカーのレンジでさつまいもっていう商品。今 Amazon で560円。もう1個買おうかな。めっちゃお気に入りじゃん。じゃがいもと他の具材を混ぜて軽くマヨネーズで味付けをします。おい合法パウダー。今回はマヨニョロは控えめに。珍しいね。いつも親の敵並みにマヨネーズ入れるのに。ちょっと計算外のことが起こりました。あれ、パン生地全部くっついてるじゃん。一個一個取りやすいように油をまぶしたはずなんだけどね。これ失敗してね。ギリセーフ。ほぼアウトだよ。まあくっついたらもう一回丸め直せばいいんです。さっき丸めた意味。時間がないのでこのまま強行しちゃいましょう。なんかでかい穴開いてるんだけど。穴は埋めればいいんです。初めて作るくせにリカバリー力すげえな。常にリカバリーの人生でしたからね。なんだそれ、またでかい穴開いてるよ。そしたらこの油まみれの生地の上にポテサラとチーズを乗せます。完全に強行突破してるな。そしたらこのポテサラを生地で包んでいきます。まあ包んじゃえば穴も隠れるし大丈夫か。これをくるくると巻き上げたら一丁上がり。なんとか整うもんだね。ババアの得意技体裁を整えるが本日も発動。その得意技かっこ悪いな。そしたらこれを天板の上にぎっしりと並べていきます。隙間なく埋めちゃう感じね。他の YouTuber の方の動画を見たらもうちょっと生地は薄く伸びてたんだけど、今回はそこまで伸びなかったな。まあ米ぬかが入ってる分他の YouTuber さんとは全く同じにはできないと思うけどね。あれ、何これ。なんか1個あぶれちゃった。ちゃんと計算して分割しないから。あぶれたやつはフライパンで焼いてみようと思う。これも旦那氏のおやつ候補だね。さあそれでは焼いていきましょう。今日こそ天板2枚使うと思ったけど1枚で収まったな。せっかく家から持ってきたのに使う機会ないね。200度の上下ヒーターで25分、仕上げに250度で5分焼きました。ウインナーも焼いとこ。あからさまな品数調整だよね。ウインナーは茹で焼きにします。ウインナー焼いときゃどうとでもなるとか思ってそうだな、この人。ウインナー焼いときゃどうとでもなるんです。ああ、言っちゃったよ。さあそれではフライパンでもポテサラパン焼いたろか。蓋閉まらないじゃん。格闘してて草。平たく潰してやりましょう。深型のフライパンで焼けばいいのに。最弱火で火を通しましょう。大丈夫？焦げてない？ギリギリセーフな感じ。ババアにしては上出来上出来。焼いてる間暇なので明日のサワー酒でも作っとこうかな。サワーシ工房のサバコちゃんだね。粉と水を同量入れてかき混ぜて放置しておくだけの仕事です。めっちゃ簡単じゃん。でも酵母の立ち上げには1週間かかりました。めんどくさ。でも自分で立ち上げた酵母はとっても可愛いんですよね。酵母をペット化してる。フライパンパンも焼き上がりました。何その超絶言いにくそうなパン。余った卵も焼いちゃおうかな。卵少なすぎない？
寄せて固めてやったらいいんです。なんかそれらしい形になってて草。パンの上に乗せたろ。盛り付けセンス皆無だなおい。今日のスイーツはクランベリーヨーグルト。めっちゃドハマりしてるじゃん。クリームも絞っとこうかな。これは絶対美味しいやつだな。サラダもできたし、パンにつけるソースはケチャップ。今日はソースには凝らなかったんだね。凝ろうと思ったけど時間なくなっちゃった。そしてしれっとつけてたピーマンの浅漬け。彩りがいいね。さあポテサラパンも焼けました。めっちゃ綺麗に焼けてるじゃん。このパンめっちゃ重。表面の焼け具合もいい感じです。めっちゃくっついてそうだね。熱くて引き剥がすのに苦労しました。手の皮鍛えなきゃ。油をたっぷり塗ったからめっちゃいい焼き上がり。ということで完成しましたポテサラパン。気持ちウインナー添え。ウインナー焼いてどうとでもなってるな。それではいただきましょう。本日はコーラで乾杯。今日のババアは失敗しなかったみたいだね。こういうメニューの時にコーラを買い忘れてよく失敗するんですよね。さてババアはベジファースト。断食明けになかなかボリューミーだね。3日間断食して3日間回復食を食べて胃腸を元に戻したので一応大丈夫です。回復食を食べなきゃいけないんだ。結構めんどくさいね。でも優秀な血糖値を見たらね、また週明けも断食やりたくなってくる。ババアが断食に目覚めた。さあパンを食べてみましょう。ポテサラぎっしりだね。まずはそのまんま食べてみようかな。めっちゃ熱そう。熱々だけど激うま。表面のサクサク感と中のふんわり感がたまらないですね。表面いい色してるもんね。そしたらケチャップにつけて食べてみよう。これは正解だろうな。正解も正解、大正解です。でしょうよ。作る工程で結構油を使っちゃったけど、その油のおかげで表面もサクサクだし、何より成形が楽しかったし、成形失敗したけどね。ギリ成功です。ほぼ失敗だって。そして安定のクランベリーヨーグルト。これはいつ食べても美味しいな。また富沢商店でクランベリー注文したいとね。ということで美味しかったです。さようなら。バイバイ。